また定に増えるの。やー、今日も鼻水が止まんないイヤホンレビュー。マジで今年の秋花粉一気に来すぎじゃないですかね。そんなわけで朝っぱらから花粉症の薬で眠くなりつつ、本日も、中国からやってきた、イヤホンの話をしていこう。さて、今回紹介するのは、現ハイファイのテイニエボ。テイニって何個出てたっけ？答えは4個。一番最初に登場し、中華イヤホンの中でも突出した高級感と、美麗な高音域をダイナミックドライバ2発で実現した、現ハイファイテイニから始まり、さらに高音域をスパイシーにした、テイニプロが登場。そして、その後に、ハウジングを一新し、1ダイナミックドライバに変更になった、テイニプラスが登場した。テイニプラスは定番モデルになり得る実力を持った低価格機で、高音が鋭い中華ハイブリッドに対し、フィナルの E3000 をそのまま大口径化したようなサウンドで、バランスが良く、生演奏の温度感をよく再現できる、稀有な低価格機の一つだ。で、外装もテイニプラスで変更になったことだし、他のシリーズは収束するのかなと思ってたら、元祖テイニ系のハウジングを引き継ぐ新商品がまさかの投入となったわけ。というわけでようやくここで、4個目のテイニ、今回紹介するテイニエボの話になる。ハウジング形状は以前のテイニのものを引き継いでいる。パッケージなども共通だが、背面に開いたベント部分の大きさは本機特有のものなので、ここで判断することができるぞ。付属ケーブルなども、以前のものに近い。洗剤は同じだが、プラグ部分が以前採用されていたカーボンパターンのものから変更になってるな。現ハイファイのイヤホンは付属ケーブルが最初からしっかりしたものが付いているパターンが多いんだが、テイニエボに関しても同じことが言えそうだ。その他の付属品は、ポーチとイヤーピース。イヤーピースは遮音性の高いフォームタイプのものも1セット付属する。これらのパッケージや付属品は、テイニ初代が登場した時には、価格帯で飛び抜けた存在感を示したが、最近は他社もかなり頑張ったパッケージ内容になっているので、突出して良い、とまでは言えなくなってしまった。他社がいかに頑張って現ハイファイのレベルに追いついてきたかわかるな。ちなみに、二重箱など、現在も開封時に同価格帯のイヤホンに比べてワクワクするところは変わらないぞ。というわけで、外装、付属品に関しては、基本的に過去モデル、テイニに準ずる。初代テイニの時点で十分な付属品類を持っていたので、この点は変わらなくてむしろありがたいところがあるな。ただ、ハウジングに関しては、ちょっとしんどいと感じる人もいるかも。初代テイニ系のハウジングは、耳から飛び出た部分が多く、なおかつ金属製で、ノズルが直角だ。高級感を感じる良い外観なんだが、一方でこのノズル周りの使用に苦しめられる人は結構多い。人によるが、装着時に MMCX コネクタ周辺が耳に干渉して、痛みを感じる人がいるようだ。これはこのイヤホンの形状上しょうがないんだが、そのままハウジング外形を継承している都合で、この部分の問題はそのまま引き継がれている点に注意しよう。と、外装に関してはこんな感じ。内装について、見ていこうか。先に話した、3番目のテイニプラスは、低音を軸足に置いたバランス型だったんだが、初期のテイニは、むしろ高音域を主軸に置いた微音系だった。エボは、このうち、後者、テイニ及びテイニプロと共通のハウジングを有しており、事前の予想からすれば、これらのさらなるアッパーバージョン、と考えることができる。では、このテイニエボはどちらの傾向に近いのか。僕は、1番目のテイニ、3番目のテイニプラスは聞いたことがある。でも、2番目のテイニプロは聞いたことがないので、テイニとテイニプラスと比較して感想を出していくぞ。テイニエボの感想は、高音、低音ともに強くなった、初代テイニという感じ。高音域側はより抜けが良くなり、気持ちよく鳴らせるようになった。低音域側も、初代に比べてちょっと元気になった印象だな。このうち、高音域側が元気になった印象は、他の聞かれた方からテイニプロの時点でよく言及されていたので、今回は、テイニプロのアップデートに加えて、低音域側にも手こ入れされた1台、と考えることができそうだ。初代テイニの音色、強力な感触傾向が好まれがちな低価格イヤホン市場に合わせてアップグレードしたような1台、と考えると良さそう。高音域はより元気。この傾向はさっき言った通り、最近はよりハイブリッド型が普及したことにより、のびのびと高音域が鳴るモデルが多くなってるが、ダイナミックモデルでもこういった小気味良さは出る、という良い例だと思う。また、中音域、ボーカル、ギターなんかの表現力が良いのは、現製品の共通点。特に、抜けが良くなったので、弦の響きがよりシャープに聞こえるようになった。低音域は、ダイナミックドライバーらしく、ちゃんとそこまで出ている印象。
ただし、そこまで強くはない。強力なサウンドが欲しい場合は、ジェンハイファイ T5 の方をおすすめするぞ。あっちはめちゃくちゃ高低音ともに力強いからな。じゃあ、なんでこのタイミングで T にエボが出たかというと、より高音域寄りな傾向の音が欲しい人向け、といった印象。同じような傾向を持つハイブリッド型の T さんと比べて、より味付けが強く、より楽しみやすい音の一台なのがエボ、といったポジションだな。T2 系でより楽しい音が欲しい人、高音域寄りなんだけどきちんと味付けされてる一台が欲しい人におすすめだぞ。あ、そうそう、空間表現について。空間は適正に広い。特別広かったり、狭かったりという印象はないが、自然で耳元でやかましくなる、という印象がないので、高音域が結構強い一台なのに疲れないのも良いぞ。と、こんなところだな。過去の良作を、現代風にアップグレードした一台、という印象。もともと完成度の高い一台なんだけど、装着感の不安だけはそのまんまなので、そこだけ注意が必要だ。良くも悪くも、T2 の延長線の一台だが、その楽しさは間違いなく上がってるぞ。といったところで今回はここまで。